小学校の頃から、お習字塾に行ってて、で、釣りにはずっと携わってはいたので、大学に上がって、大学の方は書道専攻で、篆刻って言って石を彫るあの方にも興味がいき、でその篆刻をやってる過程で、いわゆる中国の文人がその書と絵と篆刻、そこの世界に触れるようになって、で自分も将来的にはそういう作品作りをしたいなとずっと漠然と思っていて、で大学で、書道と篆刻とか学べたので、ちょっと中国の方に留学をして水墨画を本格的に学び、で最終的にその文人画の書と絵と篆刻を合わせたものを作れればいいなという過程でずっと取り組んできたっていうのが今までの流れです。日本の水墨画っていわゆるほとんど一筆書きのようなところがあって、結構省略があるような中国の水墨っていうのはその幅がすごく広いなって感じて、すごく細かいのもあれば、抽象に近いぐらいかなり省いたりとか筆を生かしたものもあれば、すごく幅があるなって感じたのが2年間だったので、日本だとそこまで細かいいわゆる硬筆画と言われるものとか、目にすることってあんまりないと思うんですけど、中国に行くと、いろんな作家さんのいろんな水墨画の作品を目にすることができたので、自分の方向性とかもこういうふうにしたいなとかっていうのを含めて2年間でしたけど、すごく勉強になりました。絵を描いたりとか、その手を動かしてやる作業が好きではあって、ただその墨のその苦労とか、そこが自分で見せられるものがあって、で共通事項としては水墨も書も、墨に共通とするところがあるのかなという感じはあります。中国の、芸術とかはその書道でいうと臨書、お手本があってそれを真似て勉強するんですけど、水墨は模写で昔のお手本があってそれを写しながら筆使いとか構図とかを勉強する。篆刻の方ももともとの個人の篆刻があって、それを真似て学ぶっていうのが基本姿勢で、常にお手本を真似てやっていくっていう過程で、もちろん絵と文字と印を彫るっていうジャンルはいろいろ違うように見えるんですけど、やってることはその元々のあるものを真似て勉強していくっていうところが共通事項で、自分がそこにすごく性に合ってたっていうところがありますね。中国に留学したのが2002年から4年の間で、その後帰国をしていろんな展覧会を回りつつ、自分の表現どうしようかなっていうので模索して作っていく過程ではあったので、ちょうどこの作品が2008年なのでその前ぐらいですね。水墨画っていうと伝統的に花鳥画とかいわゆる山水画とかだと思うんですけど、自分の描きたいものは都市風景だったんです。直線的でこう切られた空間っていうのがすごい好きで、その対象物に迫れるかっていうので勉強しつつ、自分の作品に関しては描きたい都市風景をもとに作っていきたいなっていう形で制作の方をスタートしました。水墨画のやっぱり勉強の過程で模写でその古典のあるお手本を写し取って勉強していくんですけど、その古典となるお手本を今度写真に置き換えて、その写真をどこまで自分の手で表現できるかなっていうのがコンセプトの一つで、実際今回のこの作品も、東京タワーの展望台から撮った写真をもとに自分が印刷をして、でそれを大体このサイズにしようかなっていう拡大をして、でそれを見ながらひたすら筆を動かして描いていくっていう形ですね。この当時はもう写真を撮ってもうそっくりそのまま表現しようと思ったので、もう看板から人から何からもとにかく表現をしようと思って、もう便装筆で筆を動かした時期ですね。でこの作品はそうですね、半年ぐらいとか描きましたかね。はい。まだその当時はそんなに展覧会ってわけなかったので、一作品結構じっくり時間かけられたっていうのもあって、細かいところもそんなに時間に追われることなく作れたっていうあれはありますね。
東京タワーの展望台に登った時に車のこの往来とかそれを見てて、テレビで見た血流の動きとかそっくりだな、自分第一印象がそれだったので、今回その作品にした時になんかその生きた街と血流を見立ててなんか動脈っていうタイトルをつけたんですけど。今回のこの作品は、憲法絹なんですけど、これ中国留学した時に買った憲法で、もともとちょっと黄ばした色をしてて、で最近はでも絹よりも紙の方が多いんですけど、紙の場合には、紅茶で染めて少し黄色っぽくしたりとか、あとはムラを作ってちょっと経年変化を満たしたりとか、そういう形の表現はしてます。展示見に来た人、生の作品を目の前にした時に、そのやっぱり絵肌って大事だなっていうのをつくづく感じて、やっぱり一点物なので、その腕の質感とか筆色とか紙の質感とかそういうのを見せられるなというのが自分の中で大事な要素の中に入ってきて、で和紙のなんかその温かさとかがすごい自分の中でなんかしっくりくるとこあって、で墨って濃淡の階調があるんですけど、薄い墨になると和紙の質感がすごく活かせるんですよ。でそういう活かしたものを作品にしていきたいなっていうのもあって、で最近SNS とかでアップとかすると画面上には見えるんですけど、そのドットの世界なのでやっぱ和紙の質感とか墨の微妙な階調とかは現地に行って生のものを見ないとわからないところあると思うんですけど、やっぱ一定もので制作をする立場なのでそういうのも生かした作品作りしたいなと思って、で自分の中ではその和紙のその紙の質感と墨の濃淡を相性とか考える際に、ただ描くだけじゃなくてその絵の構図以外にもちょっとプラス要素でそういうのも表現していけたらいいなと思って今制作はしています。大体自分の作品展示させてもらうと第一の質問が「どう描かれますか？」っていうことなんですけど、もうひたすらもう薄い墨を重ねていくっていう回答しか自分なくて、もう一応描く題材の、コピーを隣に置いて、それを徐々に薄い墨で重ねていくんですけど、もう最初からもうこの一番濃い墨を入れてしまうと筆の跡とかその濃淡差がよりクリアに出てしまうので、もうその階調差が少ない薄い墨をどんどん重ねていってどんどん濃くしていくって形ですね。ただ、水墨場合には墨だけなのでいわゆるその白とかは使えないんですよ。なのでもともとこのハイライトの白い部分っていうのはもう一切墨を入れないように自分なりにちょっと気をつけて墨を入れていくっていう形ですね。もともとその写真とか資料を貸していただいたものが手元にあるので、まあいわゆるそこにどこに近づけるかなので完成形はそこなんですけど、この当時はまだその印刷したものをどこまで表現できるかっていうので看板とか事細かく神経質に書いてはいたんですけど、今はより密なとこは密に省くとこは省くとかっていうそのメリハリをつけてはいるので、濃淡とか階調も多少変えたりはしてはいるので、まあ、作りながらそうですね、多し印刷したものに近づけてはいるんですけど、まあ多少省きたりとか水墨的な表現をしつつ、まあ、最終的にはあれですね、作品の締め切りが締め切りですね。出来上がった段階でもちょっとここの歌もうちょっとつけたいなとか、やっぱ筆をこう面相で加筆していくとよりなんか見えてくるところがあるんですよ。ちょっとここ足したいなとか、もっとここの濃淡の配置をつけたいなとかってあるので、おそらく締め切りがないと結構永遠にやってると思います。そうですね、多分相当薄いと思います。最初はもう本当にこういうところの白い部分とかも多少は墨のっけてるんですよね。でただ墨も、吸ってしばらくすると水分とか蒸発するじゃないですか。濃くなったりもするので、まあ実際科学的根拠はわからないんですけど、まあ、すりたてって多分墨の粒子が活発だと思うので伸びとかちょっと違う感じなんですよ、自分の中では。なのでこまめに吸っては新しく拭き取って書いてとかっていう形を繰り返してますね。でもこれだけもうずっと十何年とか出してもらってもその日の体調とかなんかいろんなその精神状態じゃないですけどあって、墨の濃さってやっぱ人間なので違うんですよ。それがやっぱ作品なのかなっていう自分の中で思って、ある程度その写真撮ってそれを見ながら描いてるんですけど、こう積み重ねていくので
当然墨の濃さとか微妙な狂いとか生じるんですよ。それを含めて自分自身の作品なのかなと思って、手を動かして作っていくものなので、それを含めて一つの作品として見てもらえるのかなっていう感じはしてます。もう市販のもので、もう筆は消耗品なんですよ。やっぱり摩擦で毛がこう擦れてきたりとか毛先がダメなのでそんなに高いものじゃなくて消耗品なので安い筆で、ただいろんな種類があるんですけど、墨のこの含む量と手先の弾力とか多少違うので、いろんな筆を試しつつ、これだなっていう筆をいくつか使ったりはしてますね。基本的には、イーゼルを使って壁掛けで描いてるんですけど、そこと筋と墨筆何本かしかないので、多分シンプルだと思います。多分水墨のやられ方は結構、机の上とか床の上が多いと思うんですけど、自分はもう、壁でやってますね。やっぱり目線の位置的にこう対象物と描いた時にこう垂直に見えるのと、ただ床と、壁掛けだと肘手首の位置が当然違ってくるじゃないですか。そうすると筆圧とかやっぱ違ってくるんですよね。そこの最初うまくいかないなっていうところがあったんですけど、やっぱりもう経験ですね。この筆圧でこの墨の量で描いていくんだなっていうのがある程度やっぱり経験値で積まれてきたので、もうひたすら壁で描いて。もちろん都市風景がメインで制作はしてはいるんですけど、最近自然もいいなっていうのが40代を超えて思ってきたので、この間滝の作品を制作してようやく山水画っぽい作品ができました。ノータウンの会長は自然界なので、多分この、人工物よりもあるんじゃないかっていうぐらい自分の中で感じるところがあって、細かく描くこと自体はすごく自分は苦ではないので、ただ自然界のものって脈絡があんまりないんですよ。こっちはある程度ビルとか人工物なのである程度形の認識があって描けるじゃないですか。でも自然物ってなかなかそういうのがないので、なんか頭の中を整理しながら描かないといけないなっていうなんか難しさはありますね。でももともと山水画っていうとそっちの自然の物が一番でしたからね。最近はもう目にするのが土地風景だったんで自分はここからスタートしてはいたんですけど、なんか自分のなんか描きたいなっていうモチーフで表現していけたらいいなと思っています。